皆さんこんにちは。実は私1年前までアイルランドにいました。詳しいことは動画の中でご覧ください。それではどうぞ。2017年春、学生最後の年、私は将来何をしたいのか全くわからなかった。周りが就活モードの中、私は確実に取り残されていた。大好きな野球チームに所属する外国人選手の通訳。いやいや、そもそも私にそんな英語力などない。却下。旅行会社でツアーコンダクター。履歴書や応募書類まで書いたが、見学会の定員オーバー。どうやらそれに参加した人のみが次のステップに進めるらしい。ということで却下。やってみたい仕事といったら英語を使うような仕事が良かった。恥ずかしながら英語を専攻していたにもかかわらず、私の英語力はダメだった。英語を話さなければいけないような状況に自分の身を置いていろんなことを吸収してこようと思い立ち、そう決めた学生最後の年の春。来年の春までの1年間、必死でお金を貯めることを決意した。お金のこと、親のこと、将来のこと、不安なことはいくらでもあるが気にしてもいられない。あまり深く悩む方ではないので、とりあえず来年の春には日本を出るという決意を固め、早速準備を進めていくことにした。どこに行こうかな。カナダ、オーストラリア、イギリス、ドイツ、フランス、ニュージーランド、アイルランド。よく調べもしないで国は消去法により決められた。条件としては、英語を母国語として日常的に話す国であること、日本人が比較的少ない国であること、行ったことがない国であること。以下の条件をすべてクリアした国。選ばれたのはアイルランドでした。そうして私は2018年の春から2019年までの1年間、ワーキングホリデービザを使ってアイルランドに行くことになった。当時の私のアイルランドのイメージは、豊かな自然に民族的な明るい音楽、ビールにナイルホーラン。皆さん、アイルランドといえばどんなイメージをお持ちですか？アイルランドは簡単に言うとヨーロッパ、イギリスの隣にある国。とは言っても北アイルランドと言われている上の部分はイギリスの領。首都がダブリン、次に大きい都市ベルファスト。北アイルランドに位置しているので一応イギリスということになり、通貨もユーロではなくポンドを使っています。次に大きい町コーク。エド・シーランのゴールウェイガールでおなじみのゴールウェイやリムリックなど、主要都市はこんな感じで、ちなみにナイルホーランの出身地ムーリンガーは大体国の真ん中にあります。通貨はユーロ、人口は492万人で、公用語は英語。ご高齢を中心に田舎でもアイルランド語を話す人は多く、日常的に使わないが話せるという人は多いみたい。天気は曇りやにわか雨が多かったりします。ここで予測不可能なアイルランドの天気をご覧ください。日本との時差は8から9時間、サマータイムのある夏の間は8時間、それ以外は9時間です。この1年で経験したホームステイ、ルームシェア、学校、旅行、仕事のうち、今日はホームステイについてお話ししたいと思います。料金のことについても触れますので、海外でのホームステイを考えている方はご参考までに。アイルランドで1ヶ月間だけホームステイをしました。その理由は料金が少し高く感じたため、そしてルームシェアがしてみたかったためです。ホームステイは前にも半年ほど経験があるのですが、前回は親のお金と学校のプログラムで行ったため、正直全部任せっきりでした。今回は自分で全部やったので、より詳しく伝えられると思います。ホームステイを申し込むときに申し込み用紙が必要になります。自分のことを理解してもらうため、相手家族がこちらを受け入れるかを判断する重要な材料になるので、この記入作業の手を抜いてしまうと、後々面倒なことになったり、辛い思いをしてしまう可能性があるので、丁寧に書くことをお勧めします。具
具体的には自分の健康状態、食べ物のアレルギーがないか、動物、ペットのアレルギーはないかの申告や、自分の英語の能力はどれくらいか、宗教上の配慮は必要か、子供はいた方が好ましいかどうかなど、細かく聞かれることが多いです。質問や要望の欄には何を書いても構いません。私が必ず書くことをお勧めするのは Wi-Fi があるかどうかということ。基本的に海外のお家にないということはないのですが、ごく稀に高齢者のホストの場合ないことがあるそう。しばらくすると家族情報が届きます。私の場合はそこに記載してあったメールアドレスに念のため自己紹介のメールをくれました。返事は返ってきませんでしたが、私の場合は個室で朝ごはんと夜ごはんの2回の食事付き、1日あたり4600円くらい。アイルランドの家賃はとっても高いから食事代込みで4600円は今考えると悪くない値段だと思います。ただ街から1時間ほど離れているので、ショッピングや学校に行くときは交通量が発生します。約15時間のフライトを経て到着したアイルランド。アイルランド人とブラジル人の2人の送迎係のお兄さんに迎えられ、早速ホームステイ先へ向かう。空港からホームステイ先までの送迎費は約6500円。今考えるとすごくもったいない。とにかく知らない土地で迷うのも、タクシーでぼったくられて知らないところへ連れて行かれるのも怖かったので、安全策を取りました。どんな家か、どんな家族に会えるのか、緊張とワクワクと長期フライトからの解放で吐きそうだった。空港から約1時間で綺麗で大きなお家に着いた。ちなみにホームステイ先のお家はルーカンという落ち着いた住宅街だった。その日は平日の朝8時だったので、ノックして出てきたのはスーツでかっちりと決め込まれたホストファザーだけだった。ここでこの家の家族を紹介しよう。お父さん、お母さん、7歳のお姉ちゃん、4歳の弟、1歳過ぎの妹とお母さんのお腹の中に女の子の赤ちゃん、犬1匹にウサギが2匹、モルモットが2匹と猫2匹の大家族。そこに私が加わった。みんな学校や幼稚園でいないみたいで、お父さんに部屋の案内をしてもらい、2時に帰ってくることを知らされ、お父さんはそのまま会社へと出かけていった。部屋はそこまで大きくはないが、ダブルベッドにキャビネットとテレビと大きな窓、居心地がいいサイズの海外っぽくて可愛いシンプルなお部屋。 Wi-Fi をつないで家族に連絡をし、荷物をいち早く片付けて近所に散歩をしに出かけた。すごく天気のいい日で、久しぶりに感じる海外の空気感や雰囲気、聞こえる音のすべてが心地よかった。少し歩いたところに懐かしいスーパーを見つけた。イギリスにいた時よく通っていたテスコというヨーロッパでは主流のスーパー。あまりの懐かしさに興奮が抑えきれなかった。散歩をしている最中で明日学校に行かなければいけないことを思い出し、家の周りにあるバス停を片っ端から写真に収めていった。散歩を終えて家へ帰り、アラームをセットし、みんなが帰ってくる時間まで爆睡。目が覚めてぼーっとしていたら、車の閉まる音と元気のいい子供たちの声が聞こえてきた。窓の外を覗くと、お母さんと子供たちが帰ってきた様子。緊張でいきなり汗が出てきたのを今でも覚えている。急いでお土産を持って恐る恐る下の階へ向かう。不審者と思われて撃たれたらどうしようとか、そんなくだらないことも本気で考えながら、そーっと階段を降りて下へ向かい、顔を少し出して、はーい。今考えるとそっちの方が普通に不気味すぎる。軽い自己紹介を終えて日本から持ってきたお土産を広げた。小さい子供たちがいることは知っていたので、ねるねるや作って遊びながら食べれるようなお菓子を持っていった。これが大正解で子供たちの反応は良く、早速それで遊ぼうということになった。作り方などはもちろん日本語でしか書いていないので、翻訳室の説明が必要になる。ホストマザーもわからないことがあればムーンに聞きなさいと
会話をするチャンスを与えてくれた。姉ちゃんに宿題を教えてあげたりもした。多少の言語の苦戦はあったが楽しめたので、子供たちとはすぐ打ち解けることができた。その後は庭に出て3人の子供たちと一緒に夕食の時間までびっちり遊んだ。パワフルで時に危なっかしい小さい子供たちと遊ぶのは体力勝負。本気で疲れた。だけど可愛い妹や弟ができたみたいで嬉しかったのも事実。初日の夕食は大きな豆がゴロゴロ入った豆カレー。私はこの類の豆がとても苦手です。苦手な食べ物はほとんどないのにピンポイントで、しかも初日に来てしまったので数秒フリーズした。嫌いな食べ物を伝えることを忘れていた。というよりは自己紹介の時に伝えるつもりだったのですが、彼の名前はビーンズ、日本語で豆。嫌いなものを伝える前に飼っていた犬を紹介された時、犬の名前がビーンズだということを聞き、嫌いな食べ物が豆、ビーンズということが言えなかった。そんなこんなで初日は活動量が多かったのに加え、時差ボケでその後爆睡。いいホームステイ先に出会い、子供たちは可愛いし、英語も上達しそうだし、正直理想的すぎる展開に、これからのアイルランド生活に胸を膨らませていたのであった。前編終わり。